街の中で最強の力を持つヒーローを知っていますか？1トン、5トン、時には10トン以上。人間では動かすことのできない重いものを軽々と運んでしまう。今日はそんな規格外のパワーを持つ怪力自慢の乗り物たちを特集します。まずは物流の巨人、カーキャリア。1台でも重い車をなんと5台、6台と積み込んで一度に運んでしまうんです。重い荷物を背負いながら高速道路を堂々と走り抜けるその足腰の強さ。まさに物流の世界を支える怪力王ですね。続いては消防レスキューの最強マシン、救助工作車。見てください、この巨大なクレーン。事故現場で道を塞ぐ瓦礫や倒木を力強く吊り上げます。人命救助のために作られたこの腕はまさに正義の盾。どんなに重い壁だって彼らの前では関係ありません。お次は街を作るパワーヒーロー、コンクリートミキサー車。あの中には数トンもの重い生コンクリートが詰まっているんです。固まらないように巨大なドラムを回し続けるスタミナはまさに無尽蔵。回し続けるという力も乗り物界の大切なパワーなんです。最後はロードサービスの力持ち、JAF の積載車です。動けなくなった大きな車を強力なウィンチでぐいぐいと引き上げていきます。自分の体よりも重い車を背負って走る姿はまさに道路の横綱。どんなトラブルだってこのパワーで解決してくれます。持ち上げる力、引っ張る力、そして回す力。誰かを助け、街を作り上げる熱いパワーヒーローたちの活躍。その全貌を最後まで見届けてくださいね。一度にたくさんの乗用車を運ぶことができるカーキャリア。力持ちで大きいすごい車だよ。自動車をどうやって乗せるのか今日は教えちゃうよ。乗り物大好きなみんなはチャンネル登録してね。ハロー、僕の名前はポポ。よろしくね。今日の乗り物ワンダーはカーキャリアだよ。あらポポ、今日はどこに向かってるの？今日はカーキャリアを見に行くんだ。楽しみだな。それはよかったわね。おお、わあ、車がいっぱいだ。ポポ、ここは工場で作った自動車を置いておくモータープールっていう場所よ。でもここにカーキャリアはいないな。普通の車ばかりだし。ポポ、後ろを見て。わあ、これがたくさんの自動車を乗せて運ぶことができるカーキャリアよ。Come on, let's have fun, riding in the sun, smiles on every face, whipping up the pace. ポポ、このカーキャリアの大きさはおよそ17メートル。重さはなんと14トン。アフリカゾウのオス2頭分の重さがあるのよ。これがカーキャリアか。こんにちは。あれ、後ろの方に鉄橋みたいなものがついてるよ。この後ろの部分はトレーラーといって、ここにたくさんの自動車を乗せることができるの。どうやって
って車を乗せるんだろう。今日は車を乗せるところを見せてくれるわよ。やったー、楽しみ。今日のカーキャリアには何台の車が乗るの？今日はね、上に3台下に3台合計6台。6台もすごいな。まずはトレーラーの後ろから車が乗れるように金属の橋を架けるのよ。そして上の段に車を乗せるために上段フロアを下げるのよ。さあポポ、1台目の車が乗るわよ。うわー、1台目は後ろ向きで入れるんだ。すごい狭いところを後ろ向きで入れるなんてすごいな。そしてポポ、2台目は前向きに入れるのよ。3台目はまた後ろ向きに交互に乗せていくんだね。こうしてタイヤを動かなくさせればカーキャリアが走っても車がずれないのよ。上の段に3台乗せたらキャリアを上げて、今度は下の段に車を積むのよ。すごい、下段フロアがまっすぐになった。こうやってまっすぐにして下の段に車を乗せるのよ。あれ、下の段の1台目は前向きで入れてるよ。どうして？ポポ見て、上の車と下の車の前後が逆の方が隙間なく積み込めてるでしょ。本当だ、考えて車を積んでいるんだね。さあポポ、次は下の段の2台目よ。あれ、まっすぐなキャリアをまた下に下げちゃったよ。なんで？それはねポポ、2台目もまた隙間なく車を積むためにキャリアを下げたのよ。見ていて。うわー、危ない、ぶつかるよ。すごい、ギリギリまで隙間なく積み込んでいる。3台目もギリギリまで詰めて積み込むの。そして車の下にフックをかけて固定するのよ。最後に上の段と下の段の隙間をなくしたら積み込み完了。すごい考えられて積み込まれているんだね。でも自動車は自分で走れるのに、どうして運んでもらうのかな？いい質問ね。ここでクイズよ。自動車は自分で走れるのになぜカーキャリアで車を運ぶんでしょうか。1、作りたてで遠くまで走れない。2、道路を走れない。3、1台ずつだと迷子になる。ではみんなも10秒考えてね。わかったかな？正解は2の道路を走れないでした。ポポ、乗っている自動車をよく見て。みんな自動車にはナンバーがついていないでしょ。本当だ、よく見たらナンバープレートがついていないや。そう、ナンバープレートがついていないから普通の道路は走っちゃいけないの。なるほど、だからカーキャリアが必要なんだね。ちなみに自動車を1台ずつ運ぶと運転手さんの数もお金もたくさんかかってしまうでしょ。確かに、いっぺ
った方が便利だもんね。カーキャリアってすごいね。お仕事頑張ってね。バイバイ。今日の乗り物ワンダーはカーキャリアでした。それじゃまたね。バイバイ。事故や災害などさまざまな現場で活躍する救助工作者。乗り物ワンダー。ハロー、僕はポポ。よろしくね。今日紹介するのは救助工作者だよ。消防署にまた来ちゃった。消防車は近くで見てもやっぱりかっこいいな。ポポ、これから消防士さんが集まってくるわよ。まだ8時20分なのに。あ、消防士さんが集まってきたよ。消防士さんはいつ火事になるかわからないから夜も寝ないで働いているの。そして朝になったら次の消防士さんと交代するのよ。消防士さんのおかげで僕たちは安心して生活できているんだね。ポポ、この前はポンプ車とはしご車に乗せてもらったでしょ。うん、2台が協力して消火活動してかっこよかったな。今日は特別に救助工作者を紹介してくれるわよ。救助工作車？あれ、この消防車はいろんな道具が積まれているけど。そう、災害や事故でここにあるさまざまな装備を使って救助する車なの。あれ、消防士さんが着替え始めたよ。これから訓練が始まるから着替えているのよ。せっかくだからポポもついていって見せてもらいましょう。よーし、ついていって見せてもらおう。やっと着いた。一体どんな訓練をするのかな。ここ松戸訓練センターではいつ火災や災害が起きるかわからないから日々いろいろな訓練をしているの。訓練の様子見学させてもらいましょう。やったー。こんにちは、ポポ。今日は訓練の様子を見ていってね。うん、何から見せてくれるのかな。早速紹介したいのがこの救助工作者たちだよ。救助工作車が3台も並ぶと迫力あるな。Come on, let's have fun. Riding in the sun. Smiles on every face. Whipping up the pace. Cars and boats and planes. すごいね、かっこいいな。 Singing all the way. Bright and sunny day. Norimono wonder. Let's ride together. ポポ、救助工作車は大きさおよそ8メートル、重さ11トン、オスのシャチと同じくらいの重さなの。まずはこれ、スプレッダーという機材で交通事故などで壊れた車の扉をこじ開けたり壊したりすることで中に閉じ込められた人を助けるの。うやー、すごい力だ。すごいや。
このスプレッダーの挟む力はおよそ14トンもあるんだって。へえ、すごいや。よし、準備およし。大きな扇風機が出てきたぞ。これは大型ブロワーといって、煙やガスなどを素早く外に出す装備で火災現場に欠かせないものなの。すごい風だ。うわー、今度はなんだ。車の上からなんか出てきた。これは照明装置で地上6メートルまで上がり、左右180度回転できて夜間の活動に欠かせないものなの。いろんな装備があるんだな。今度は救助工作車の後ろにあるクレーンが作業するわよ。このクレーンでどんな作業が始まるんだろう。これは救助工作車の後ろについているクレーンを使って事故を起こした車などの重量物を持ち上げる訓練なの。すごいや。軽々と車を持ち上げるなんて。最後は車などの重量物を牽引する訓練よ。救助工作車の前方には物を引っ張るワイヤーが装備されていて、事故車両などの重いものを引っ張ることができるの。うわー、重い車がゆっくり引っ張られてる。救助工作車にはいろんな装置や機材が装備されているんだね。じゃあポポ、ここでクイズよ。救助工作車には人命救助のための道具が何種類積まれているでしょうか。結構いっぱいあったからな。2の50種類かな。わかったかな？正解は3の100種類以上でした。救助工作車はさまざまな現場に向かい対応するために100種類以上の道具を積み込んでいるの。すごい！そんなにたくさんの道具を積んでいるんだ。それを全部扱える隊員の人はすごいんだね。今日はそんな隊員さんたちの訓練も見せてくれるそうよ。やったー！お願いします。まず最初は障害突破訓練といって、災害現場のさまざまな障害を想定した訓練だそうよ。うやー、すごい速さでロープを渡ってる。続いても災害現場などを想定したロープを使って降下する訓練よ。あっという間に降りちゃったよ。おお、今度はロープの上を落ちずに進んでるよ。すごい！これはロープブリッジとかといって、災害現場などで侵入の技術なの。日々のこのような訓練が災害現場で素早い救助活動につながるのね。これからもお仕事頑張ってね。今日の乗り物ワンダーは救助工作車でした。それじゃあまたね。バイバイ。
橋を作るコンクリートを運ぶ車、コンクリートミキサー車の秘密を探るよ。乗り物ワンダー。乗り物大好きなみんなはチャンネル登録してね。ハロー、僕の名前はポポ。よろしくね。今日の乗り物ワンダーはコンクリートミキサー車を紹介するよ。ここがコンクリート工場か。コンクリートミキサー車ってどんな形をしているんだろう。ポポ、こっちよ、こっち。これがコンクリートミキサー車か。でも見た目は普通のトラックみたい。横から見るとこうなってるの。これがコンクリートミキサー車よ。あ、後ろの部分に大きな樽みたいなものがあるよ。しかもぐるぐるずっと回ってるよ。コンクリートミキサー車はこの大きな樽でコンクリートを運んでいるのよ。コンクリートってあのコンクリート？そうよ。ここでクイズ。コンクリートミキサー車が運んでいるコンクリートの材料はセメントと砂利と砂。もう一つは何でしょうか。1、炭酸水。2、お水。3、海水。透明な液だからわかんないよ。ねえ、早く答え教えて。正解は2の水。セメントは水を混ぜることで固まる性質を持っているのよ。いろんなものが混ぜられているんだね。これは何？コンクリートを1日置いたものよ。だいたい1日あればコンクリートは固まるの。音がした。本当に固まっているんだね。コンクリートミキサー車はドラムと呼ばれるこの樽の中にコンクリートを入れて運んでいるのよ。これは車体の上の部分。ホッパっていう入り口にコンクリートを入れるの。すごい。中はこんな感じで回っているんだね。コンクリートが硬くなってしまわないように常にこうやって回しているの。あれ？ドラムが逆回転し始めたよ。コンクリートをドラムの外に出すときは逆回転させるのよ。Helping people when they meet, flashing lights and beeping loud. Everyone gets out the コンクリートが出てきた。シュートという滑り台みたいな部分からコンクリートを排出するのよ。このコンクリート工場でどのようにコンクリートミキサー車がお仕事をしているか見せてくれるらしいわよ。わあ、楽しみ。それにしてもすごい数のコンクリートミキサー車だ。ここには30台以上のミキサー車がいるのよ。あれ？なんでここに違う車がいるの？これはホイールローダーね。コンクリート工場では運んだ砂利などの材料をベルトコンベヤーに乗せて工場で混ぜてコンクリートミキサー車に入れるの。早
速コンクリートの材料をショベルですくっていくわよ。Taking people place to place, sky's the limit in this race. Dump truck rolling to the site, hauling dirt with all its might, building castles big and strong. No remote, no working long. No remote, no wonder in the town. ここに入れた砂利はベルトコンベヤーに乗って建物に届けられるのよ。ポポ、混ぜた材料をミキサー車に積みに行きましょう。天井から雨が降ってきたよ。もしかして屋根に穴が開いてる？雨じゃないし屋根に穴も開いてないわ。暑い時期だけこのシャワーでミキサー車のドラムを冷やしてコンクリートが硬くならないようにしているのよ。それじゃあ放出。このコンクリートミキサー車には合計 9.2 トン分のコンクリートが入るのよ。こうやって運ばれたコンクリートが高層ビルや橋の材料になるんだね。その通り。材料の種類や割合を変えることでコンクリートの強さは変わるのよ。みんなが渡る橋が頑丈じゃなかったら渡った人は落ちてしまうわよね。それだと困るから特に頑丈なコンクリートを作るときは特別な材料を使っているの。お仕事から帰ってきたら洗車場に行くのよ。この作業員さんは何をしているの？ホッパについたコンクリートを洗い流しているのよ。コンクリートは早めに落としてあげないと固まってしまうからお仕事の後はこの作業が必要なの。シュートについたコンクリートもきれいに落ちているね。ポポ、コンクリートミキサー車のお仕事は分かったかな？これからは街中のいろんなコンクリートを見るたびにコンクリートミキサー車と運転手さんにありがとうって感謝しなきゃ。いつもお疲れ様です。ありがとうございます。今日の乗り物ワンダーはコンクリートミキサー車でした。みんなも身の回りにどれくらいコンクリートが使われているか探してみてね。それじゃあみんなバイバイ。乗り物大好きなみんなはチャンネル登録してね。ハロー、僕の名前はポポ。よろしくね。今日の乗り物ワンダーは JAF で働く車だよ。確かこの辺りだけど、ここだ。
トラブルの時に助けてくれる JAF で働く車ね。行ってきまーす。うわー、いろんな車があるな。こんにちは、ポポ。今日は JAF で活躍するいろいろな車を紹介するよ。まずはこれ、レッカー車です。うわー、かっこいい。 Through the winding lanes, singing all the way, bright and sunny day. レッカー車は大きさおよそ5メートル、重さはおよそ5トン。メスの象と同じくらいの重さなのよ。ポポ、このレッカー車は動かなくなった車を吊り上げて修理工場に運んでくれるのよ。そうなんだ。でもどうやって車を吊り上げるのかな。ポポ見て、あそこで車が故障して困っている人がいるわね。どこかに電話しているみたいだよ。すいません、ちょっと車が動かなくなっちゃったんですけど。あ、JAF の方が来た。ちょっと確認させていただきます。ちょっと今回の方はレッカーが必要だと思いますので、これからちょっとレッカーさせていただきますので。ポポ、これから車が吊り上げられるわよ。どうやってやるんだろう。楽しみだ。おお、車の前のタイヤが持ち上がった。今度は後ろのタイヤが吊り上げられるわよ。作業開始から20分ほどでレッカー準備ができるそうよ。うわー、車が持ち上がっている。さすがプロの人たちはすごいや。これで修理工場まで運ぶんだね。ポポ、次に紹介するのはこれ、積載車だよ。車積載車は大きさおよそ8メートル、重さはおよそ5トン。オスの象と同じくらいの重さなのよ。故障や事故で動けない車やレッカー車では運べない車などを修理工場に運んでくれるのよ。今日は実際に車を乗せるところを見せてくれるらしいわよ。うわー、楽しみ。うわー、見て、後ろの荷台部分がぐんぐん伸びて地面に降りていくよ。荷台部分が後ろに伸びたら積み込む車にワイヤーをつけてウィンチと呼ばれる力持ちの装置で引っ張って車を乗せるのよ。ウィンチってすごい力持ちだね。車が乗ったら動かないようにタイヤを固定し荷台を元に戻して完了よ。車がすごい斜めになってる。重いけど大丈夫かな。大丈夫、3トンまでの車を運べるのよ。車積載車って頼りになるな。最後に紹介するのはこれ、ワン型サービスカーだよ。普通の車みたいだね。バン型サービスカーの大きさはおよそ5メートル。見た目は普通のワゴン車みたいだけど
後ろには車を助けてくれるいろんな道具がいっぱい乗っているの。今日はその道具を見せてくれるそうよ。うわー、どんどん道具が出てくる。いろんな道具が乗っているんだね。バッテリーチャージャーやコーン、リフトジャッキなどたくさんの道具が載っているのよ。これらの道具を持っていち早く現場に駆けつけていろんな対応をしてくれるのよ。見た目だけで判断してごめんね。でも車ってそんなに故障が多いのかな？いい質問ね。ここでクイズよ。車のトラブルに来てくれる JAF ですが、呼ばれる原因で一番多いのは次のうちどれでしょうか。みんなも10秒考えてね。やっぱり C の交通事故なのかな。なんだろう、難しいよ。わかったかな？正解は B のエンジンがかからないでした。突然エンジンがかからなかったら焦ってしまうよね。でも JAF の方々が助けてくれるから安心して車に乗ることができるんだね。ポポ、JAF の車についてわかったかしら？うん、いつもありがとう。お仕事頑張ってね。今日の乗り物ワンダーは JAF で働く車でした。それじゃあ